こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリー・タウンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5子の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、配割終了まであと4日となっております。今後はまたチケットの価格自体が上がりますので、検討している方はお早めに。概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では ETF の日本上陸に備えてまた1本動画を上げましたので、まだ見てない方はそちらもぜひ見てみてください。また毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちら動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方は、こちらもぜひご利用してみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、SEC がグレースケールのビットコインミニトラストの 90B4 フォームを承認してます。あとは S1 フォームが承認されれば取引開始となりますね。で、現在スポットビットコイン ETF の中で一番手数料の低いのは、フランクリン・テンプルトンの EasyBC で 0.19% なんですけども、このグレースケールのビットコインミニトラストは、それよりもさらに安い 0.15% となっていることで注目されています。このミニトラストが取引開始された後ですね、各社がどのように動くのか注目ですね。あとはミシガン州の退職年金制度がスポットビットコイン ETF の ARKB を660万ドル分保有していることを明かしています。これは前のウィスコンシン州投資委員会、そして昨日のニュージャージー州ジャージーシティ市長の参戦宣言に次ぐものということでまた話題になっています。規模としては660万ドル分でまだ少ないですけども、他の州もこれに続くのか注目ですね。あとその他 ETF 関連では、ブラックロックのデジタル資産責任者ロバート・ミッチニック氏がビットコイン2024でアルト ETF 承認の可能性は低いと発言したことが話題になっています。ミッチニック氏はですね、ビットコインは現在仮想通貨の時価総額の約 55% を占めていると、イーサー 18% だと。次に資産になりそうなのは 3% くらいだ。成熟度、流動性などの点で、ビットコインなどの実績にはほど遠いと。でまたイーサに関しても、ビットコインの代替品というよりも補完関係にあると。ビットコインとイーサは明確に違うといったような発言も目立ってますね。ソラナ ETF の申請からですね、市場ではアルト ETF 実現が期待されてますけども、毎回キーマンとされているブラックロック側からは、現状あんまり前向きな声明が出てないですね。現在ソラナの額には影響ないですけども、今後市場に影響するのかも注目です。で、また米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、現時点でも全体でプラスとなっております。これで3日連続の純流入となってますが、額としては数千万ドル程度としぼんできてますね。またスポット ETF も現時点では全体でマイナス 2.4 億ドルのマイナスとなってます。で、先ほどブラックロックに 0.7 億ドルほどの流入という情報が流れたんで、今回も全体ではマイナスですね。3日連続の純流出を記録してます。で、また連日グレースケールのイーサ E からの流出が目立ってますけども、イーサ E の AUM、運用資産残高を見るとですね、あと77億ドルくらいしかないんですよね。毎日3億ドル以上流出してるわけですから、その単純計算で、あと25日くらいで全部なくなっちゃう。そのあたりがイーサの転換時期なんじゃないかと見られてます。おそらく全部なくなるわけではないので、実際もっと手前、昨日も言いましたけど、そのスポットビットコイン ETF がもう例外で始めたのも取引開始から2週間後くらいでしたから、だいたい時期的には一致するのかなと思いますね。毎日のフローを見るとですね、イーサダメなのかなと思うかもしれませんけど、グレースケールのイーサ E の AUM の動向も見てると面白いかもしれませんね。一方、香港の方はビットコインイーサともにゼロを記録してます。あと他ビットコイン関連では、現在ビットコイン2024開催中で、連日話題になってますけども、今回は米大統領候補、ロバート・ F ・ケネディ・ジュニアの発言が話題になってます。ロバート・ F ・ケネディ・ジュニアはですね、私が大統領になったら、米国財務省に毎日 550BTC を購入するよう指示する大統領令に署名するつもりですと。米国が少なくとも400万 BTC の準備金を築き、他の国が奪うことのできない優位な立場を築くまで続きますと語ってます。で、この場はビットコイン2024のカンファレンスなんで、会場は盛り上がってるんですけど、拡散された投稿のリプランを見るとですね、仮想通貨支持者以外の人も見てますから、
誰もそんなこと望んでないですとか、その金はどっから出るんだとか、どうせ俺たちの税金は 80% になるだけだろうとかね、冷めたコメントが寄せられてます。本日9時以降ですね、その時間帯的には、日本時間28日、午前3時頃にトランプの演説が予定されてますけども、果たしてトランプは何を語るのか、そして市場はどのように動くのか注目ですね。ビットコインの価格は現在67,800ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 PC デフレータが前年比予想の 2.4% に対して結果が 2.5%、コアも予想の 2.5% に対して結果が 2.6% と、予想を上回ってはいるんですけども、前回の 2.6% からほとんど伸びてないと。過去4ヶ月で最小の上げ幅となったことから、市場はインフレが収まっていると捉えてですね、利下げ要因となって金利は低下、各指数は若干反発しています。米国債金利は 4.194 を推移しておりまして、ナスダックが 19,023、S&P500 が 5,463 と、ダウ平均が 45,89、キングゴールドが 2,386 ドル、日経平均が 37,667 円、ドル円が 153.72 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.7%、額としては363億ドル相当、比率として全体ではショートが 57.1%、バイナスミはショートが 52.2% と下寄りになっています。今後の指標としては、7月30日に日本の雇用統計、ドイツユーロの実質 GDP、米ジョルツ求人件数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、7月31日に日銀政策金利、米 ADP 雇用者数、米シカゴ購買部景気指数、米中古住宅販売制約指数、そして8月1日早朝に FOMC、夜に米中銀政策金利、米 ISM 製造業景気指数などが控えております。市場全体で見たら、金利下落から各指数は微反発となってますが、先日までの強さが見られないですね。また来週には FOMC が控えております。今回の利下げはないと見られてますが、9月以降に利下げ濃厚だろうという見解が多いですね。また仮想通貨市場の方は、ビットコイン2024開催中で、トランプの演説が控えていることから、単独で強くなっている展開となっております。トランプの演説でサプライズ発表はあるんでしょうかね。昨日も言いましたけど、今夜も山田。いつもの展開ならですね、その演説始まった瞬間に落ちて、演説内容で上下する。何もなかったら、そのまま沈むみたいな展開だと思いますけど、どうなるんでしょうかね。チャートだけ見たら68,000の攻防となってますが、私の予想としてはこのまま夜にかけて伸びて、ちょうどトランプの演説の時間帯に7万ドルあたりに到達して落ちる。そんな感じな気がしますけど、上は7万ドルの抵抗を超えられるかどうか、下は再度64,000あたりで耐えられるかが焦点になると思います。とにかく本日のトランプの演説に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサレムチームの内紛が話題になっています。イーサレムチームリーダーのペーテル・シラージはですね、イーサレムの研究はみんなの目の前でホームステーカーを殺害していると。これは私がイーサレムに参加した時に望んだことではないと。イーサレムは軌道から外れつつあると感じていると。チームは検証できる限り全てを中央集権化するという考えを全面的に受け入れたと。これは分散型の検証と中央集権型の制御という可愛らしい茶番劇だと、チームの方針を批判しています。事の発端としては、イーサのブログの容量を 32MB に増やすピアダステ案によるものとされてまして、これを実装してしまうと、高性能の PC を持つユーザーしかイーサレムネットワークに参加できないと。低スペックの PC を持つユーザーは参加することができなくなる。分散化の精神に反するとして、チームリーダーはこのピアダステ案を批判しているようですね。イーサの内部の問題はたびたび話題になってますけども、このスポットイーサ ETF の期待が一息ついた時期にですね、内部でも揉めてるってなると、ちょっと目立っちゃいますよね。イーサの価格は現在3250ドル、BTC 建ては 0.048 と、昨日の水準を維持しています。先物の方では、OI は全体でマイナス 0.3%、額としては141億ドル相当、比率としては全体ではショートが 57.8%、バイナスミはロングが 75.9% と下寄りになっています。先ほど取り上げたグレースゲルのイーサ E の運用資産が枯渇するんじゃないかという話題はですね、中長期的に見たらプラスファンダですけども、現時点ではまだ盛り上がりに欠ける印象ですよね。チャートだけ見たら時間足ではそこにを守ってますが、3500の抵抗が強そうに見えます。週足では下行きが強くついてますけども、本日のトランプの演説でサプライズもなくしぼむとなると、これも回収して下寄りになる可能性がありますよね。昨日オンチェーンの多額の早期もありましたし、期待するなら ETF の流入が回復する頃でしょうかね。短期では
下は2800のラインを守れるかどうか、上は3500の抵抗を抜けられるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。民主党の大統領候補、ハリス陣営が仮想通貨に対して前向きに動いているのではないかという噂が出ています。これも情報筋によるという話なんですけども、ハリス陣営は現時点では仮想通貨に対しての知識がほとんどないと。ただなぜ今これだけ世間が盛り上がっているのかを学ぶ姿勢が見られるとのことなんで、今後の展開によってはハリスも仮想通貨を押す展開も考えられるのではないかという話ですね。もしそうなったとしたら、両陣営仮想通貨を押すことになるんで、大統領選がピークになりそうですね。引き続き大統領選の行方に注目ですね。あとは仮想通貨批判派のウォーレン議員がマイニング活動を批判しています。ウォーレン議員はですね、仮想通貨の採掘は敵対国が軍事基地をスパイしたり、電力網を停止させたり、秘密裏に資金を国外に持ち出したりするのに利用される可能性があると、環境にとって大惨事であると主張しています。また他国の事業者が自国で禁止されているマイニング事業を米国でやっていることも問題視してますね。で、現在マイニング企業の株価はほとんど影響を受けずに、むしろ市場の上昇とともに上がってますけども、これも今後影響してくるのか注目ですね。あとは X で仮想通貨関連のハッシュタグの絵文字が消えてるのも話題になってますね。今までハッシュタグビットコインとか、ハッシュタグ BNB とか打つとですね、その後ろに絵文字がつくようになってたんですけど、それが現在ではなくなってます。イーロンは一応ビットコイン仮想通貨推しですけども、このハッシュタグに関しては否定的だったんで、廃止したのかもしれないですね。もうこのハッシュタグの絵文字って、ミームとかもやってましたけど、X にね、結構なお金を払って、つけてもらってたみたいな話もありましたから、収益源がなくなるのは別にいいんでしょうかね。私個人的には課金のマークと公認のマークの見分けがパッと見で分かるようになってほしいなと思いますけど、今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。